こんにちは、イラストレーターの松田優です。今日はですね、第2回ということで、目の描き方なんですけれども、最初ね、顔の描き方からいこうかなと思ったんですけれども、顔を描くときにね、しれっともうそのまま目、鼻、口って描いていいのかな。何のノウハウもなしにね、これが目です、これが鼻です、これが口ですって書くのもね、かなりちょっと不親切かなと思って、まずは顔のパーツである目から説明したいと思います。実はね、目っていうのはすごく難しくて、アーティストがね、一番魂込めるところなんですよね。なのでね、もう5分や10分じゃ語り尽くせない。色のことも考えたらね、もうすごい時間を割かないと話がね、伝わらないんですけれども、今回はドローイングという観点から本当に基本的な構成、これをきちっと押さえておかねばっていうところを抜粋して説明しています。それでは早速今回も私が描いていますんで、こちらをどうぞ。はい、それでは描いてみたいと思います。目というとですね、普通はこういうものを想像しませんか。これもね、悪くはないんですけれども、こうやって曲線で捉えてしまうと、次のステップとしてちょっとここをこうしたいなとか印象を変えたいなとかして、修正操作する時にね、この曲線っていうのは非常にこの修正とかなんていうんですか、直しがねやりづらいんですね。そこで、私のいつもやってる方法を紹介しますと、こんな感じですかね。ちょっと歪んだかな。極端に書いちゃうとこんな感じで、ちょっとここにつまりこのコキッコキッと折れているこの変化点、これを明確に書くんですね。こうやって書いて、初めの形を作ってやるとちょっと修正するのが楽なんです。例えばこれが例えば標準的な日本人の目だとしますと、外国人の方の目っていうのはこのポイントをちょっと操作してあげるんですね。そうするとこのぐらいだったのが、ここにポイントが来るとこんなシルエットの目の形になるんですね。そうすると外国人の方の目になるという、こういうふうに次のステップの操作がしやすいんですね。なので、いつも私は目を考えるときこういう多角形で考えています。では目を描いてみますね。これと同じ感じで、まず台形で描いて、で下はちょっと小さい感じ、それほどこの高さがない感じで、こういう感じの目を形を描きます。そしてこの目の内側のこの三角を描いています。ちょっと今日はね極端に描きますね。そして、目の要素としてまつげですね。今回は女の方の目を描こうと思うんですけど、上にはまずまつげがきます。このまつげがね分厚ければ分厚いほど可愛い印象ができます。ちょっとこんな感じでね、ここまつげですね。そして次に、目と目の開いてる穴ですね、それと顔の表面へのこの厚み、その厚み、皮膚の厚み分のこの何ていうんですかね、断面みたいのが出るんですね。こういうふうに、これが瞳の表面、これが顔の表面、当然この段差が出るんですね。これを書いてやります。で、まつげの濃い方はこのとこからこういうふうにまつげが出るんですけど、これあんまり強く描くとねちょっとけばい感じになります。魔女みたいな感じになりますんで、私はこれは外側をちょっと描くだけにしています。そして瞳ですね。
若い主人公とか若いヒロインとかいう若くて活発な印象っていうのは瞳を結構大きく、しかも四角く描きます。まん丸っていうよりは少しこんな印象で描くとその若い、活発な人の目になりますね。で真ん中の、瞳孔というかこれを描きます。そして、例えばこっちから光が当たっているんであればハイライト、目にね光が入ってた方が可愛くて活発なすごく生きるエネルギーにあふれてるっていうようなね、そういう目になりますんでハイライトは入れるようにしています。そしてどこまでこの中を描くかですけれども、ちょっと放射状なラインを入れてあげる。そして、まつげの分だけ上に影を入れてあげる。これで結構目の印象っていうのはできてきます。そして、眼球ですからこういうふうに丸いわけですよね。でそれがここの皮膚で隠れてるよっていうのでここもちょっと丸くしてあげて、外もちょっと丸くしてあげると感じが出てきます。であとは眉毛ですね。眉毛ちょっと今回は簡単に描いてみますと、こんな感じでしょうか。で二重まぶたにするときはここに二重のラインを入れてあげます。はい、これで基本の目の要素が全て描けたわけです。まずまつげ、そして、この下とこの皮膚とのこの差ですね、このライン、それから瞳、それから二重のライン、そして眉で、今回は線画ドローイングの話なので、省略したいと思うんですけど、本当でしたらこれ女性だったらね、ここにこのちょっと涙袋のライン、これを描いてあげるとちょっと目が大きくて可愛い印象になります。私は小説のねミレイちゃんなんかはね、ここにね色を着色する時に涙袋のラインをピンクで入れるようにしています。はい、瞳の位置で、印象が変わる。ちょっとまた分かりやすいように模式的にもともとのその輪郭、これを描いてあげて、どこに瞳が来るかっていうことで結構その印象が変わるんですね。例えば今真ん中に描いてますけれども、これが上を向く、これでちょっと印象変わりますよね。ちょっと怒ってるような、怖いような、挑戦してるような目。そして、可愛いヒロインとか正義の味方とかそういうのを描きたい時に絶対やっちゃいけないっていうか、やると怖くなっちゃうのがこの目の上ですね。ここに隙間を作るとこういう感じになります。これ怖いですよね。ここに隙間が入るとね、悪く言や貞子みたいなね、ちょっと幽霊のような妖怪のような目になります。なので、瞳の上と下っていうのはね、軽く触れて接してるぐらいに描くのが無難です。こうやってね上の方を開けちゃいますと怖い印象になりますんでね。はい、次にねこの輪郭ですね。今描いたのは実はこれ陽気で明るいっていうイメージなんですね。極端に描くとこういうね上向きの台形で描くと陽気な感じ、明るい感じ、快活な感じの目になるんですね。でこれをまたいろいろやってみると分かるんですけど、例えばこんな目でこうやって目が入っちゃったらこれおっかないですよね。結構ね怖い人、強い人ね、
ちょっと迫力のある人の目になります。それから逆にこうやって下を下げてしまってこういう目を使うとこうちょっと優しいというかなんていうんですかね、こう気が弱いというか弱気っていうような目になります。で、瞳の大きさでも印象が変わります。これと同じ輪郭を描いてあげても目がちっちゃい目がちっちゃいとね、またちょっと印象が変わるんですね。ちょっと怖い、ちょっと何考えてるかわからないような印象、ね、こうやって例えばこれで目が小さくなったりすると怖いですよね。これもなんかいかにも悪いやつっていう感じの目ですよね。なので目の大きさっていうのも小さくするとちょっと怖い、ちょっと悪役っぽい感じで、コミック描かれる方はびっくりする時にね、この目が点になったりするっていうのはそういう効果はあると思います。何にせよこの全体の要素っていうのをきちんと知っていけば、コミック描かれる方、例えばコミックだったらこんな目は描かないですよね。もうちょっと省略した、私も学生時代すごい漫画描くの好きだったんでコミックよく描いたんですけれども、コミックだったらこのぐらいですかね。女の子の顔こんな感じでしょうか。これでもこの実はディティールはこの先に省略されてるんだぞっていうようなことを知って書くのと、知らないでただ上下に線を描いてこうやって目描くのとではやっぱりこの深みが違うんですね。なのでこういう基本構成は全部知っておいて損はないと思います。はい、いかがだったでしょうか。以前ね、私が日本イラストレーター協会の方で理事をやらせてもらってたことがあるんですけれども、その時私が主催したセミナーにね、某ちょっと名前はここでは出せないんですけれども、有名な女性を描くイラストレーターさんを呼んでセミナーをしたことがあったんですけれども、その時に打ち合わせの際にですね、もし顔を描くこと全てを講義するんだったら目だけで私は3日ないと説明しきれませんって言われたことがあるんですね。そのぐらいね、目っていうのはね、多岐にわたって複雑なそのいろんな構成があるということでしょうか。今後ね、人物のキャラ作りみたいなものにもね、触れたいと思っていますんで、今日説明したね、この基本的な目の構成がキャラ作りによってね、どういうふうに練れていくか、なんていうのもね、楽しみにしていただければと思います。それではまた楽しいお絵描きの時間でお会いしましょう。さよなら。